先日、ギブレットは元セーフヘイブンメンバーであるという考察動画を出しました。内容としてはホラムビの動画らしさが出ていて、個人的にも気に入っていますが、一つだけ毛殺が強すぎたと反省している点があります。それが、同意との一件についての仮の部分です。ここについては、プロトタイプとの共闘自体はあったと考えています。チャプター5で明らかになったプロトタイプの強さをもってしても、同意には勝てなかった。これは実際に同意と対峙しなければわからない強さだったはずです。同意の強さを把握したことで、プロトタイプも軽々しく手を出せなくなった。結果としてセーフヘイブンを攻略できず、主人公に始末させた。そう捉えると一連の流れは整合します。ただ、ここで一つ疑問が残ります。もしそうなら、ギブレットは同意と肩を並べた英雄であり、孤児たちのヒーローになれていてもおかしくないのではないか。この疑問点を起点に、前回の仮説を踏まえた上で、ギブレットはなぜヒーローになれなかったのかを改めて考えてみました。そして今回、そこにつながる手がかりとして浮かび上がったのが、ギブレットの被験体になった従業員の存在です。今回の動画では、このヒーローになれなかったギブレットという存在を、被験体の視点から徹底的に考察していきます。被験体の正体について、ギブレットがセーフヘイブンにいた可能性については、前回の動画で整理しました。では次に考えるべきは、彼がいつ実験体ギブレットになったのかという点です。ギブレットの実験体番号は1202。この番号は、ブロンの1199とマミーの1222の間に位置しています。実験番号の並びを時系列に当てはめると、おおよそ1990年後期から1991年にかけての期間に該当します。つまり、1202という番号が付与されたのは、この時期である可能性が高いということになります。そこで、この範囲で判明している出来事を洗い出していくと、一人の従業員の存在が浮かび上がってきます。結論から言います。その人物の名前は、ローワン・ストール。現時点で確認できている情報を照らし合わせると、彼がギブレットの被験体である可能性は非常に高いと考えられます。ここからは、その整合性を順を追って検証していきます。ヒーローになれなかった男の末路。ローワン・ストールは、プレイタイム社の陰謀を独自に調査していた従業員です。ハギーの目が動いていることに違和感を抱き、会社に対する不信を強め、内部の真相を探ろうとしていました。しかし、その行動がレースの目に留まり、最終的にはボクシーブーによって処理されました。ここだけを見ると、ローワンが生存し、後にギブレットになったという可能性は低いようにも思えます。ですが、チャプター5の VHS にある人間の育て方では、臓器や骨があれば死者を蘇生できる可能性が示唆されています。このテープがラボにあった事実は、巨大化計画の革新が臓器や骨を摘出し、おもちゃとして再構成するプロセスにあったことを裏付けています。さらに、エリオット主体の巨大化実験のベースとなったラット実験を前提にしても、死体からおもちゃへと蘇生させる工程において、生存していることは必須条件ではなかったと考えられます。エリオットの家から発見された臓器と骨が抜き取られた遺体の存在も、その技術が実在していたことを示唆しています。つまり、ローワンが一度処理されていたとしても、その遺体が実験に転用され、ギブレットとして再構築された可能性は否定できません。2005年時点でギブレットとして存在していたとしても、技術的整合性は保たれています。さらにテープ内では、レースが同じく陰謀を探っていたリッチをみんなのヒーローと比喩しています。ここから読み取れるのは、プレイタイム社の闇を暴こうとする者は、ヒーローになろうとする存在として認識されているという構図です。そうであるならば、志半ばで倒れたローワンもまた、ヒーローになれなかった存在として位置づけられます。もしギブレットがその記憶や感情をどこかに残しているのだとすれば、彼の言うヒーローになれなかったという言葉は、この過去に結びついている可能性があります。伏線回収。ここまで、ギブレットの被験体がローワンであるという仮説を立ててきました。では本当にそうなのか。ここからは、その整合性を具体的に検証していきます。この仮説に立つと、これまで断片的だった伏線が、一本の線でつながる可能性が見えてきます。まず挙げられるのが、ギブレットがプレイタイム社の内部事情に異様に詳しい点です。単なる長年の調査だけでは説明しきれないレベルで、プロトタイプ関連の実験や施設構造を把握している描写があります。特に注目すべきは、バックアップが保管されていたデータセンターでの特定です。初見で、あの膨大なコンピューター群の中から、目的のバックアップを見つけるのは容易ではありません。しかしギブレットは迷うことなく、ほぼピンポイントで場所を示しています。これは、以前その場所を知っていた可能性を示唆します。ローワンの役職は情報技術部門責任者。
ARG で判明している点検履歴からも、彼がデータセンターに出入りしていた可能性は高いでしょう。施設構造を熟知していたと考えれば、ギブレットの行動は自然に説明できます。さらに、ギブレットの部屋には工具や機械に関する描写が見られます。一方、ローワンの過去の X 投稿には、本来の担当ではないにもかかわらず、パズル修理を頼まれたという記述があります。これは単なる勘違いではなく、ローワン自身が機械に詳しい人物だったからこそ、周囲が頼った可能性が高いです。セーフヘイブンのメカニック的立ち位置とも重なります。もし彼が不在になったことで発電機の維持が困難になったとすれば、それも一つの整合性です。ライトやブラックライト、テープの再生、感情を表現できる高性能のグロービーをチープな懐中電灯と言っている点も、彼の技術の高さが伺えます。また、グラブパックをグラバーと呼ぶ言い回しにも違和感があります。単なる呼び間違いではなく、道具に対する親しみや愛着を感じさせる表現です。よく、物に対して、この子、など言ってるクリエイターなどいますよね。そんなニュアンスです。加えて、ローワンの最後の投稿に残されたポピーの目のマーク。この投稿が彼の消失を暗示していると見るなら、現在ギブレットの目にあるポピーのマークとも象徴的に重なります。偶然とは言い切れない一致です。片目を眼帯で覆っている点も無視できません。映像内でレースに誤解だと示す際、ハギーの目が落ちたと表現するジェスチャーが、ちょうど眼帯側の目に対応しています。目の損傷というモチーフが視覚的にも接続されています。さらにプロフィール情報からローワンが犬を2匹飼っていたことがわかります。巨大化実験では被験体が実験対象のおもちゃを選択する可能性が示唆されています。つまり個人の思考が反映されるという構造です。ローワンが犬好きであったならチワワをモデルとしたおもちゃに組み込まれたという解釈も成り立ちます。これらは単体では決定打にはなりません。しかしこれらの複数の点が重なることで、ローワンとギブレットの間に構造的な共通性が浮かび上がります。ギブレットとは、ここまで実験背景やローワンとの共通点、ARG における X 投稿などを根拠に、両者の接続可能性を整理してきました。しかし、未だ決定的な証拠があるとは言えません。その最大の理由が、冒頭で触れた違和感、同意への仮の解釈が完全には回収できていない点です。そこで、もう一段踏み込みます。ギブレットという存在そのものに感じる違和感を別の角度から検証します。まず注目すべきは名前です。看板では名前が伏せられています。これは単なる演出とも考えられますが、別の可能性もあります。意図的なミスリードです。表面上は、このチワワ型キャラクターの名前がギブレットであるという解釈が自然です。しかし、ギブレットという言葉は、食用の肉を意味します。プレイタイム社が、子供向け商品にそのような不穏な名称をつけるでしょうか。フォーカステストの結果が芳しくなかった事実も踏まえると、プレイタイム社が正式名称として採用したとは考えにくいでしょう。ここから浮かぶ可能性は一つです。この名前は商品名ではなく、本人が名乗った呼称であるという仮説です。自らを食用の肉と呼ぶ。それは通常の感覚ではありません。だとすれば、その名前には強い意味が込められているはずです。ここまで追ってきた仮説、ローワンが被験体である可能性に重ねると、一つの解釈が見えてきます。ローワンはボクシーによって処理された人物です。もし彼がその後ギブレットとして再構築されたのだとすれば、食用の肉という言葉は、自分が食われた存在であることへの皮肉とも取れます。会社の陰謀を暴こうとし、ヒーローになろうとしながらも失敗し、最終的に処理された自分、その無力さを自虐的に名前へと変換した可能性です。ボクシーの牙による損傷が、片目や片足の欠損として現在の姿に反映されていると見るなら、視覚的要素とも一致します。そして、前回の仮説で示したセーフヘイブン在籍説と組み合わせると、同意への借りも別の意味を持ちます。おもちゃ戦争において、同意がボクシーを倒していたとするなら、それはローワンにとって敵討ちに等しい出来事だった可能性があります。それを例の一見と捉えれば、借りという言葉にも感情的整合性が生まれます。もちろん、ドッグデイが共闘していた可能性も残りますし、ボクシーが現在登場していない点は、すでに死亡していることを示唆しているとも読めます。一方で、もしボクシーが生存しているなら、今後ギブレットが復讐を果たし、本当の意味でヒーローになる展開も想定できます。ギブレットとは何者なのか、それはヒーローになれなかった男の残響なのか、それともまだ彼は夢の途中にいるのか。まあ物事ってのはなるべくしてなるまでは悲劇みたいなもんだ。今後主人公を助け
本当の意味でヒーローとなる日が来ることを暗示しているようにも感じます。この考察が参考になったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。